むやみやたらに世の中を否定したり、重く苦しいもんだと捉える必要もないと思いますが、仏教の説く一切皆苦というのは、やっぱり心の中に留めておかなければならないと思います。はい、皆様こんにちは。法華経の話第68回です。今回は安楽行本第14についてお話をしていきます。安楽行本第14ですね。前回漢字本で菩薩たちの壮絶な法華経を布教する覚悟が示されました。ではそのような覚悟を持って布教できない人はどうするか。その人たちに対して安楽な布教方法を示したのが今回の章になります。まず最初にこれは注意しておかなければいけないことがありまして、それは安楽というのは決して楽ちんだとか簡単だとかそういった意味ではありません。この場合の安楽は心が穏やかな状態のことを言います。仏教の時点でも心身が安らかで楽しいこと、心よいことで苦に対する、苦しみに対する言葉とあります。現在では楽というとどうしても簡単だというか容易にというかそういった意味で捉えてしまいますが、ここでは仏教的な意味での安楽ということであると、決して簡単な修行方法であるというようなことではないんですね。これはちょっと余談になりますが、よくスポーツ選手が楽しんでプレーをしたいと思いますというようなことをおっしゃいます。これに対して一部の人から楽するようなのはいかんとか、最後まで徹底してやりきる厳しさが必要だと、こういう批判があるようなんですね。でこれは楽に対する認識が違っていたんだろうと思います。批判する人は楽しんでってこう聞くとなんだか楽をしている、気を抜いているように聞こえたのかもしれないですね。しかしスポーツ選手からすると、もう徹底的に努力してやれるところまではやりきってきたと。だからこの瞬間を心穏やかに楽しんでいきたい。余計なプレッシャーなどを感じずに今この瞬間を楽しみたいと、そういうような感情であるんではないかなと思います。いずれにしてもその選手がたとえ気を抜いてやったとしても別に批判するようなことでもないと思うんですけどもね。では話を戻します。今回の章では釈尊は安楽な布教方法を示すということですね。しかしこれは先ほども申しましたが決して簡単なことではありません。それとこの安楽行本はかなり捉え方の難しい章でもあります。人によっては肯定的に捉える人もいらっしゃれば、この章は安楽な行法を示しただけで釈尊の示したかった行法、行はまた別にあるとこう捉える方もおられます。私も後者の立場です。結論から言いますと、この安楽行本は釈尊滅後の法華経愚教の難しさを逆説的に示してくれた章ではないかなと考えています。いやそうじゃない、そういう理解をされる方もいらっしゃると思いますが、今回は先に示した理解を中心にお話をしていこうと思っています。その点をご理解いただければと思います。安楽行本の冒頭では、まず文殊師利菩薩が釈尊に申し上げます。漢字本で見られたように菩薩たちは大変な誓願を立てられました。しかしまだ至らない菩薩たちは未来世においてどのように教えを広めればよいでしょうかと、こう申し上げるんですね。すると釈尊は次のように答えます。釈尊は文殊師利に次のように告げられました。もしも菩薩が未来の悪世においてこの経典を説こうとするならば、必ず4つの方を自らの足場とすべきである。4つの方法があるとこう仰せなんですね。でこれを思安楽行と言います。その4つは身の安楽行、口の安楽行、心の安楽行、誓願の安楽行のこの4つになります。では一つずつ見ていきましょう。まず身の安楽行、心安楽行は柔和で忍耐強く修行の妨げとなる10の者どもを遠ざけ離れることを言います。実際に本文の中で10種類の近づいてはならないものが列挙されていきます。その中には権力者であったり、
多宗派の宗教者であったり、そして社会的に差別を受けている人たちや女性に近づいてはならないとあるんですね。ここで疑問が出てきます。せっかくここまでの章で法華経は平等の教えを示してきたんですが、ここでは救いがたいとされてきた人たちに近づいてはならないとあるんですね。で、この部分を読んで、なんだ結局法華経は差別的な教えではないかというそういう批判をする人もあります。で、これには理由がいくつか考えられるのですが、それは最後の誓願安楽行のところでお話をしようと思います。次が口の安楽行です。口の安楽行は人や僧侶、経典の過失を指摘せず、求める人には大情を持って協働をしていくこととあるんですね。本文中には、あるいは口で教えを説いたり、あるいは経を読むときに、好んで他人や経典の欠点をあげつらってはいけない。またその他の多くの法師を軽蔑してはならないと。こう説かれているんですね。これもやはりこれまで示されてきた、この法華経の中で示されてきた教えの雰囲気とは違うように感じます。ただ先ほどの身の安楽行に比べると、確かに気をつけなければいけないなと思うことが示されています。私たちはどんな場合にあっても自分のエゴを示すために他者を批判することはいけません。どんなことでもより良い状態を保とうとするとき、そこには必ず議論は必要だと思っています。無関心になれば人も物も退廃的になるのは明らかだからです。ですから関心を持つためにも一定の議論は必要だと思うんですね。その議論をする上で議論のための議論になったり、他者を批判するための批判になってしまっては、せっかくの議論も意味をなさなくなってしまいます。そういう意味でもここで説かれているように、猫も杓子も批判するような態度ではいけない。また、その人自身の人間性を批判するような、そういったことはいけないというのは大事なことであろうと思います。次に、意安楽行、心の安楽行です。この心の安楽行は、嫉妬、偽り、へつらい、軽蔑の心を捨てて、人々に平等に教えを説くことです。修行者同士で、お前はこれほどの修行をしている、していないとか、修行者自身の長所や短所を指摘してはいけないと、こうあるんですね。互いに足を引っ張り合っても仕方ないということです。人間の性質を超えて、本当の教えを互いに求めることができれば、素晴らしいことだなと思います。そして最後が、誓願安楽行です。誓願安楽行は、慈悲の心を起こして自分が悟りを得たならば、必ず人々を法華経に導き入れようと誓願を立てることなんですね。最後はやはり、法華経の具図、法華経を誰に対しても広めていこうとする、そういった行法が示されるわけです。このように見ると、特にこの4番目、誓願安楽行と1番目の身の安楽行は、どうも矛盾しているようにも思うわけですね。人々に法華経を広める行法を進めながら、人々には近づいてはならないと示してあるわけです。これには2つ考え方があると思います。一つは最初の3つの安楽行、身の安楽行、口の安楽行、心の安楽行、この3つでは、やはりあまりにも消極的になりすぎる嫌いがありますから、最後の誓願安楽行で本来の目的を悟らせるという、そういうことです。心穏やかに修行に励みたいと言って、誰にも近づかないということではいけないということですね。そしてもう一つの考え方としては、そもそも安楽を得るというのは大変に難しいということです。結局、法華経を広めようとする限り、先に挙げたこの身の安楽行に代表されるような行法はとても難しいわけです。法華経を中心に生きていこう、法華経を広めていこうと思えば、やはりいろいろな人に近づいていかなければならない。法華経は平等を説く教えですから、ある意味社会の中にあって教えを説くことは必要不可欠です。しかし、それには漢字本に挙げるような相当な覚悟が必要である。そこまでの覚悟が持てないということであれば、安楽行を示しましょうと。ところが実際に示された安楽行は、法華経の具図とは趣が違うし、
結局最後のところでは慈悲を持って教えを説いていかなければならないとあるんですね。ところで先の漢字本でもそうでしたが、まだ菩薩たちがこの世界で法華経を広めることを釈尊は許していません。そしてそれを許すのは後に出てくる自由の菩薩たちに対してです。で、その菩薩たちは安楽行は行わないんですね。そしてさらに後に出てくる不教菩薩もまた安楽行はしません。つまり釈尊は法華経を広めるということはそれだけ難しいということをこの安楽行を示すことによって逆説的に私たちに明らかにしているのではないかなと思います。安楽行をすること自体ですら難しいんだと。しかし後にこの法華経を広めるために出てくる菩薩たちはその安楽行を取らない。安楽行って言っても十分難しいんですけども、それ以上に忍難愚行に励んでいくんだということを示していく。ですからこの安楽行本というものがあえてここに示されたっていう意味は、その後に出てくる菩薩たちのその行法を明らかにしていく、そういった意味もあるのではないかなというふうに思うんですね。でこれもちょっとまた余談になってしまうんですが、もう随分前の話になりますが、ご年配の方と若い世代の方と一緒にお話をする機会がありました。若い世代の方は、いろんな事情を抱えていてちょっと困難な状況にあったんですね。それでなんでこんなに嫌なことばかりあるのかと、なんでこんなに苦しいのかとおっしゃいました。するとご年配の方はこう言うんですね。世の中に根拠もなく良いことがあると思っちゃいけないよ。生きていくのは苦しいんだ。大変なんだって思って生きていけば、自分の身に起こることは何も不思議なことはないと思えるよと、こうアドバイスをされていました。確かになと思います。山に登るときに山道が険しいと知っていれば、それなりに身も心も準備をして登れます。それでも辛くなる、苦しくなる、そういったことはあると思いますが、それでもなんでこんなに苦しいんだというふうには思わないわけですね。でも山なんて簡単に登れるさ、なんて根拠もなく思っていると、登山っていうのは大変なことになります。なんでこんなに苦しいんだ、なんで辛いんだ、そのうちになんで自分はこんなに苦しい思いをしなきゃいけないんだと、根本的なことまで思うようになってしまうんですね。むやみやたらに世の中を否定したり、重く苦しいもんだと捉える必要もないと思いますが、仏教の説く一切皆苦というのは、やっぱり心の中に留めておかなければならないと思います。苦しいということを知っているということは大事なことなんだろうと思うんですね。そういう意味でも、この法華経を通して釈尊は、法華経の具図というのは大変なんだよ、困難なことなんだよということを示してくださっています。法華経をやってみよう。なんだ簡単だと思ってやってみたら実は大変だった。それで法華経をさっさと捨ててしまってはもったいない。法華経を具図する、法華経を中心に生きていくってことは大変なんだよということを、繰り返しいろいろな手を使いながら説き示すことによって、その法華経をしっかりと行じていく、そういったことにつなげていくために、法華経の具経、法華経の具図というのは困難なんですよということを何度となく示してくださっているのではないかなと思います。しかし、こうやって法華経を説く人が困難なことばかりあるというと、大変な困ったなというふうになりますけども、この安楽行本には、そういう法華経を説いていこうとする人には、諸天前人がいつでも守護してくれますよとこう説いてくださってるんですね。諸天が昼夜に常に法のためのゆえに、しかもこれを永護しと、こうありまして、法華経を行ずる人を諸天前人が守護してくれると説いてくださってるんですね。こんなに心強いことはないなと思います。法華経と共に生きる人は良い神様がちゃんと守護してくれるとあるんですね。そしてこの釈問の終わりの安楽行本でもう一度法華経が大変素晴らしい教えであるということが比喩をもって示されます。それが長寿の例えです。慶中名字の例えと言ったりもします。これはこういう比喩なんですね。ある天輪女王。この王様は仏法を守護する立派な王様のことですが、この天輪女王が家来がさまざまな勲功をあげても真の宝をなかなか与えることはないんだと。天輪女王が髪の毛を
頭のてっぺんで束ねた中にその真の宝である宝珠が収められていると。よく人々を守り真の勲功を挙げた者にこそこの宝珠は与えられるのであると。文殊師利よ、法華経はあたかもこの宝珠のようである。今あなたたちにこの真の宝珠である法華経を与えるのであると、こう説かれるんですね。これが長寿の例えになります。釈問の終わりに至ってもう一度法華経っていうものがどういう教えであるかっていうことを確認する必要があったということだろうと思うんですね。ですので今まで出てきた例えと同じような意味合いを持って示された長寿の例えという例えでございました。そして法華経を広める人々には様々な守護がありますよということが示されて安楽行本は終わっていくんですね。で次回は十地遊十本第15に入っていきます。法華経の後半14本本門に入っていくんですね。楽しみでございます。では本日はこれまでといたします。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。